皆さん、どうもうっぷ主です。今回は、模型雑誌についてのお話がメインになりますので、模型制作とはちょっと外れてしまいます。その上作業的には大変で、初期投資も安くないですが、参考になるかもしれませんので、最後までご視聴していただければ嬉しいです。皆様のご意見、ご感想もお待ちしておりますのでコメントよろしくお願いします。仕事があるって話でここに来たんだけど、次の制作決まったのかな？多分そうじゃないかな。なかなか制作ペースが上がってきたんじゃない？まあ、それでもよそに比べたら全然だけどね。みんなおはようっぷ主来た。ねねえ、今回は何を作るの？う。それなんだけどね。今日集まってもらったのは、他でもない。何？急にどうしたの？今から模型じゃなくて、動画を作るんだ。何言っているの？実は、やっておきたい。というかやらなければいけないことがあってね。どんなこと？模型を趣味にするようになってからちょくちょく買っていた。模型雑誌が大変なことになっていてね。すごい数だね。ちょっと何なの？この数、多いじゃない。 20年くらい前から毎月買っていたと思うから。まあ結果こんな数になってしまった。ねねえ、これ全部隅々まで読んでるの？いや、興味があるところしか読んでいない。もったいない。いや、そもそも雑誌ってそのようなものだろ？いろんな情報が載っているから、興味のない箇所は飛ばしているし。まあ、いつも買うだけ買って少し目を通しただけで、そのまま本棚へってパターンが多いような気がする。ますますもったいない。皆さんはどうでしょうか？うっぷ主のように一部だけ見るだけの方、それとも全部目を通す方、参考になりますので、コメントお待ちしております。ところでうっぷ主、この本棚いっぱいの模型雑誌をどうするの？そもそもやらなければならないことって何なの？まさか、これを処分するために私たちを呼び出したんじゃないでしょうね。いや、だから動画を作るためって言ったじゃないか。もっとも、処分というのも少し当たっているけど。やっぱり。まあまあ、とりあえず話を聞けって。今回はこの模型雑誌をどうするかはもう決めているけど、二人ならどのようにするかな？ちょっと意見を聞かせてもらいたい。そりゃあ、資源ゴミの日にゴミとして出すことじゃない。ただ、これだけの量を1日で出すのは無理があるし、回収業者の方にも迷惑をかけそうだから、数度に分けて出した方が現実的かな。処分費用はかからないし、一番手っ取り早い方法かも。私は古本屋さんに持っていくかな。高く売れるとは思わないけど、それでも少しお金になるし、それに捨てるだけならそこでおしまいだけど、古本屋さんなら欲しい人がその本を買って再利用できるし、これぞまさしく、ウィン、ウィン、じゃないかな。ふむふむ、意見が分かれたね。それでは捨てるのと、古本屋に持っていくという方法を、ちょっとまとめたんだけど、それがこれだね。メリットとデメリットそれぞれあるんだね。まあ、それは何にでも付きまとうことだからね。この表のように、どちらの方法がいいかは人それぞれだと思う。でも、なんかもったいないよな。このまま持っていても活用できていないでしょ？まあ、最初に少し見ただけで、一旦本棚に収めてしまうとよほどのことがない限り何年も見ないし。そもそも雑誌って最新の情報発信の意味合いが強いからあまりにも前の雑誌だと、情報が古すぎてますます見ないだろうし。それもあるね。そしていざ見ようとすると、本が大きく重かったりすると、探すのが大変。見たい項目が見つかっても片付けが地獄だね。まあ、確かに重たい本だと疲れるね。でもなんか話が矛盾していない？ついさっき古い情報は見ないって言っていたけど。古い情報でも役に立つこともあるからね。私の経験上、本の情報ってすごい影響があるんだよ。やりたいことができるようになったり、できないことができるようになったり、ちょっとした情報が解決策になったりと、誰かの作例を見て、作り方とかどのような色を使ったとか、たとえ10年以上前の模型雑誌に載っていたことでもそういった情報は色褪せないからね。なるほどなるほど。確かにそうだね。それに一冊の模型雑誌との出会いが、
今後の模型制作を左右する情報を得ることもあるんだよ。ちょっと大げさじゃない？いや、実際ものになったから本当だよ。逆にいらない情報ってあるの？まあ、はっきり言って。興味のない特集とか記事とかだね。言われてみたらそうだよね。興味のない特集なんてこれからも見ることはないだろうし。それと模型雑誌ではよくある新商品の情報もだね。当時の新商品だから、すでに販売されていたり、もう廃盤になって扱っていなかったり。こういった情報は、ネットで検索すれば手に入るかどうかわかるから情報としては微妙かな。話が脱線したんじゃない？捨てるか、古本屋さんに持っていくかの話だったのに。悪い悪い。どちらにしても手放してしまえばもう見ることができないから。さっきの情報の話ってどうしようもないでしょ？それがそうでもないんだな。どういうこと？二人には処分方法について聞いておいてあれだけど、さっきも言ったように、処分方法は決めているんだ。それじゃあ、さっきの表とか私たちの意見とか何だったの？もちろん無駄にはしないよ。本の処分としては一般的な方法だし、改めて話題にするのもいいかもと思ったし。ただ、私が今回取る方法だと、処分した後も見ることができる。どういうこと？できないでしょ。そんなこと。それができるんだよな。ただこの方法は、かなり時間と手間、それと必要なものを買うのにお金がかかる上に、大変だから、二人に手伝ってもらおうと思ってね。どんな方法なの？実はそのための機械をすでに購入してたんだ。それがこれだ。なになに、この機械。これはスキャナーだよ。つまり本の内容を読み込ませて画像ファイルとしてパソコンに保存するということ。ザッツライト。それとこれも必要だから手に入れた。何に使うの？本の背表紙を切り離すための裁断機だよ。切り離しちゃうの？そうしないとこのスキャナーに取り込めない。あらら。なんかもったいない。どうせ捨てるからね。それなら本の情報だけでも残せた方がいいと思う。本をスキャンだけして本のまま残したい場合は、このようなスキャナーもあるからこれを使うといいと思う。そういうスキャナーもあるんだ。なんでウップ主はこのスキャナーにしなかったの？これならそのままページをめくるだけでスキャンしてくれるらしいから。わざわざ切らなくてもいいのに。いや、何度も言うけど処分するのが前提だし。そもそもどの機材を使うかは TPOS 次第で変わるからね。こちらのスキャナーを選んだ理由は後でわかるよ。さて、本をスキャンする作業、自炊というらしいですが、私がスキャンしてパソコンに取り込む方法をできるだけ詳しく解説する予定です。スキャナーと裁断機の価格が結構しますので、敷居が高くなってしまいますが、今まで買った模型雑誌に払ったお金の方が圧倒的に多いので、必要な情報は持っておきたいと思いましてね。ただ、お話をする前の前提としてですね、本をスキャンして PC に画像データとして保存するのは、著作権に違反するのでは？というお話をよく聞きますが、ネットや YouTube などで調べた結果、自分自身で本を裁断とスキャンしてそのデータを自分自身で使用するのは OK らしいです。ただ、注意しなければいけないのは、お手伝いで誰かにスキャンを依頼したり、スキャンしたデータを誰かに売ったり、友達にスキャンしたデータを渡したりする、というのは著作権に引っかかるみたいなので、気をつけないといけません。というわけで、今回の作業は法的には大丈夫ですが、予定を変更して作業は私だけでやることにします。それとスキャン時に、雑誌のページが映ってしまいますので、必要に応じてモザイク、ぼかし、などで対応しますのでご了承ください。それでは解説に入ります。最初に取り込み作業に使うものを紹介します。スキャナー、原稿取り込み用。パソコン、できればマウス付き。ファイル編集。裁断機、裁断用具。カッターナイフ、裁断用具。カッティングマット、裁断用具。ティッシュペーパー、水で濡らしたものも、スキャナー掃除用。それとパソコンで作業するソフトが必要になります。PDF 化するのでこれを前提にしますので、スキャンスナップホーム、スキャナー専用のソフト、取り込み編集用。アクロバットリーダー、PDF 原稿確認用、無料版で OK。キューブ PDF ページ、
PDF ファイル分割、結合用、無料版で OK。ソフトに関しての補足ですが、スキャンスナップホームはスキャナー設定時にインストールすると思いますので、必ず PC に入れてください。キューブ PDF ページですが、他に PDF を分割、結合できるソフトをお持ちでしたら、それを使っていただいて大丈夫です。また、キューブ PDF ページは無料版で OK ですが、公式、本家からダウンロードするようにしてください。いろいろな種類があると思いますので間違えないようにしてください。ダウンロードするのはキューブ PDF ページです。PDF ファイルの分割、結合のために必要なソフトです。キューブ PDF ページではファイルのプレビューが確認できませんので、アクロバットリーダーで PDF ファイルの中身を見ます。結合時にページの確認などで使用します。すでにインストール済みまたは他に PDF を見ることができるソフトが入っているのならそれらを使って結構です。作業に入りますが、まずはこのスキャナーを使えるようにしないといけません。説明書などを見ながら設定してください。スキャナーの設定で重要なのが、カラー、またはオートでの取り込み。両面のスキャンです。忘れずに設定してください。スキャンスナップホームの設定で重要なものですが、画像の保存先ですね。これらの設定は忘れないように。パソコンとスキャナーの準備ができましたら、今度は雑誌ですね。模型雑誌といっても、いろいろなものが出版されています。A4 サイズまでなら問題はないですが、今回私が取り込む予定のこの雑誌はかなり大きいので、取り込めるサイズに切らないといけません。本の状態から紙1枚にするには、この裁断機を使用するのですが、これまでいろいろと調整しながらちょうどいい大きさにカットできる設定を見つけましたので、その大きさに切れるように設定しておきます。今回の取り込み方針としては、あまりにもスキャンするものが多いので、全部データ化はしません。不可能ではないですが、データをまとめるのに時間がかかりすぎて地獄を見ます。なので、残す記事、残さない記事をしっかりと分類しておきます。大まかに残すものですが、模型の作例、模型制作のテクニック、道具に関するもの、興味のある記事、その他残したいと思ったもの、逆に残さないものは、目次、新商品の紹介、多分今後も見ないだろう内容の記事、白黒のページ、一応中身をさらりと確認。以上ですね。それでは、今度こそ作業に入ります。例としてこの模型雑誌を取り込みたいと思います。まずは、カッティングマットの上に雑誌を開き、カッターナイフの刃をページの間に入れ、分断します。これは裁断機が一気に背表紙をカットできず、5.5mm の厚さまでのものしか対応していないからです。この時注意しておきたいのは、カットするところです。闇雲に切るのではなく、取り込んだ時のデータ分類作業のために、内容を確認してこの段階である程度記事ごとに仕分けしてまとめておきましょう。ただ、この段階では大まかな分類でもいいです。裁断した後も中身をチェックしますので、コツとしては、1回で両面スキャンしますので、するとこのように、裏のページの内容も取り込むことになります。これは避けようがありませんので、取り込みたい内容の記事が続いているところで切らずに、ちょうど内容が分かれているところ、または取り込まない箇所で切り分けるようにします。表紙と裏表紙を取り込むときは、背表紙の糊がついていることが多いので糊の部分を切り落としておきます。スキャナーの中に糊がついてしまいますからね。それと私のやり方ですが、目次は捨てています。なぜなら、データ管理はページではなくファイル名で行うためです。なので、記事ごとにスキャンした方がパソコンでファイルをまとめるときに少し楽になります。それとページで管理したい場合は、目次は必要になります。その時はきちんとページ順にスキャンしないと PC での編集時に面倒になるので、順番が狂わないように気をつけてください。裁断機が使える厚さまで分割できたら裁断機の出番です。私の場合、このようにガイドにマジックで印をつけていますので、それを端に合わせて、分断した雑誌を入れます。裁断できる厚さが 5.5mm しかないので指が入り込むことがないと思いますが、念のため大怪我しないよう注意します。では裁断します。この裁断機は裁断した背表紙が中に残ってこれがとても取りにくいので、裁断したページを使って押し出します。
これが裁断までの流れです。残りの分割した雑誌も同じように裁断します。裁断が全部終わったら、改めてページを確認します。ここでもある程度いらない箇所を抜き取って少しでも減らすようにします。でも細かくやりすぎると、逆にスキャン作業が進まなくなりますので、ここでもふるいにかける程度で、最終的にはパソコンでも仕分けしますから大丈夫です。分類が終わりましたら、次はスキャナーの出番です。蓋を開くと電源が入ります。スキャン前にスキャンスナップホームを起動し、スキャンしたファイルの保存先を設定します。そして設定したフォルダーを開いて、次に先ほど開いた保存フォルダーに新たにフォルダーを作成し、名前を取り込む模型雑誌の名前と、何月号とかいうフォルダー名に変更します。ここではホビージャパン2006年5としておきます。私のやり方ですが、このフォルダー名では、月号というのを省略して月の番号で止めています。妙なことだと思われるでしょうが、もちろん理由はあり、後で解説します。ここまで済めば読み取り開始です。この時順番にスキャンされるように、若いページを裏に、最後にスキャンするページを表にしておきます。雑誌の開き方にもよりますが、ページの数字が右か左かでも判断できます。準備ができましたら、タッチパネルのボタンを押してスキャン開始です。はい、終わりました。次は多めに入れてスキャンします。早いですね。取り込む量が多いので、スピード重視でこのスキャナーを選びました。ここでスキャンしたデータはスキャンスナップホームで確認できます。確認しなければいけないのは、よくあることですが、ページが横になったり、逆さになっているので、スキャンスナップホームの回転ボタンで直しておきます。後で直すのは面倒なので、しっかり確認しましょう。それとページに線が目立つのを見つけたら、スキャナーのこのボタンを引き、中を開いて確認します。この透明な部分に背表紙の糊や裁断した時のゴミが付着していますので、濡れたティッシュで掃除すると治ります。透明部分を傷つけないように気をつけて拭きましょう。そしてスキャンのやり直しです。取り込んだ画像に問題がなければ保存ボタンを押してフォルダーに保存します。すると保存先フォルダーに先ほど取り込んだファイルが表示されます。ファイル名は意味不明になっていると思いますが、今ここで変更しても意味はないので、次のスキャンに入ります。裁断した原稿をすべてスキャンしてスキャンスナップホームで保存し終わると、このような状態になります。この後に、先ほど作成していた模型雑誌のフォルダーにまとめて中に入れます。これでスキャンは完了です。ここで保存した雑誌名に数字だけに留めて月号というのをつけていないかという理由は、PC でこのフォルダーの中の PDF を編集するので、同じフォルダー名にすると、編集前のファイルが入っているのか、それとも編集済みのファイルが入っているのか紛らわしくなるので、その対策です。これから実演して説明します。これから編集作業でパソコンが中心の作業になります。編集の前にまずは準備です。先ほど取り込んだ PDF ファイルのフォルダーを開きます。次にこれから行う作業で編集した PDF を保存するフォルダーを用意しなければいけません。これが最終的な保存フォルダーになります。フォルダー名はホビージャパンとしておきましょう。もちろん任意で付けたものです。フォルダーの中に以前編集したものがありますが、気にしないでください。そのフォルダーの中に新たなフォルダーを作って、ホビージャパン2006年5の後に、月号と入力します。こうすると、これから編集するファイルが入っているのか、編集済みのファイルが入っているのか分かりやすくなります。それともう一つ用意するものがあります。デスクトップに AAA というフォルダーを作ります。これが何かというと、この中に Cube PDF ページで分割した PDF ファイルを一時保管します。名前を AAA としたのは、分割時に保存先を選ぶのですが、ここで AAA としておいたら、
上の方に表示されるので、下にスクロールする手間が省けて効率が上がるからです。なので別に A とか AA という名前でもいいですよ。それでは編集していきましょう。まずは先ほど取り込んだ PDF ファイルの入ったフォルダーと、AAA のフォルダー、そして編集した PDF を保存するフォルダー。この3つを開いておきます。次にこれから編集するホビージャパン2006年5フォルダーを開いて、クリックしてファイルを開きます。アクロバットリーダーが立ち上がり、ファイルの中身が見えます。一応さらりと目を通し、残したい記事があるか確認します。まあ、スキャンした以上はあると思いますので、このファイルをキューブ PDF ページにドラッグ&ドロップします。これを分割します。分割ボタンを押すと、保存先を聞いてきます。ここで保存先をしっかりと選ぶこと。さもないと、デスクトップに保存されて画面が偉いことに。なので確実に保存先は選択してください。分割し終えたら AAA のフォルダーに1ページずつに分割されたファイルが入っています。そして今度は反対にこのバラバラなファイルを、残すページ、作例、特集ごとに PDF ファイルに結合します。アクロバットリーダーを選択し、どの記事をまとめるのか確認します。とりあえず作例のこの記事。確認すると、4ページから8ページまでですね。1枚ずつのファイルを収納している AAA フォルダーからそのページの PDF ファイルを選択し、キューブ PDF ページにドラッグ&ドロップします。今度は結合ですね。今度も保存先を聞いてきます。PDF ファイルの名前を付けます。これ重要です。なぜなら、このファイル名で検索をかけますので、いい加減なファイル名を付けたら意味がないからです。私のやり方ですが、雑誌名、何年何月号、キーワード、作例、記事、特集名、作者。こんな感じで入力しファイルの名前にします。これが結構面倒なのですが、後でこの苦労の成果が出ますので頑張って入力します。次に保存先のフォルダーの中にある2006年5月号のフォルダーを選択します。そして保存すると、フォルダーの中にありますね。これで編集の一つが終わりました。今度は、1ページだけ他の PDF ファイルに追加したい場合と、1ページだけのファイルだけの場合ですが、追加したいファイルと一緒に、追加先の PDF ファイルをキューブ PDF ページに入れます。結合した PDF ファイルは上から順に表示されますので、表示したい位置に動かします。そして先ほどと同じように結合ボタンを押して、保存先を選択しますが、もしファイルを追加したいという場合は追加したいファイルをマウスでクリックして選択します。この場合は自動的に挿入先のファイル名になりますので、そのまま保存します。これで OK です。次に1ページだけでファイル化したい場合、追加したいページをそのままキューブ PDF ページにドラッグ&ドロップした後に結合するところまでは同じです。違うのは、保存先が正しいか確認した後に、今度はファイル名を打ち込む必要があることです。ファイル名を打ち込んだら、保存して完了です。すると1ページだけの PDF ファイルになります。もちろん分割した AA フォルダにある PDF ファイルの名前を書き込んだ後に保存先のフォルダに移してもいいですが、下手に作業のやり方を変えるよりは、同じように作業した方が効率が良い気がします。まあ、PDF 化に挑戦するときはお好みの方法で、このような作業を続けていくと、フォルダの中はこのような感じになります。これが完成形ですね。私と同じように、たまりにたまった模型雑誌どうしようかなと悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。一方、その頃、ちょっと何なのよ。手伝いのために呼び出されたけど、結局ゴミ捨てのためだったの？ささらちゃん、落ち着いて。すずみちゃん、平気なの？確かに重たいもの運ぶの辛いよね。ぶっぷ主、後でお仕置きだね。エグザクトリー。ねね、一冊だけの編集でもかなり時間かかったみたいだけど、ここまでする必要あるの？何を言う？苦労して編集したのは閲覧時の利便性のためだよ。ページで管理しないでわざわざ項目ごとにまとめてファイル名をつけていった苦行の効果を見てみようか。
まずはホビージャパンのフォルダを検索します。検索のところに私の知り合いの大好きなモビルスーツ、ゲルググを入れると、出てきた出てきた。すごいね。これならわざわざたくさん本を引っ張り出していちいちページをめくらなくてもいいね。こんなのまだ序の口だよ。今度は作り方を検索したいとき、ファイル名に How to というのを入れておいたから、同じように検索すると、たくさんあるね。今度は車と入れてみよう。これ戦車じゃない？そういう時は、もっと詳しく検索するためにさらに単語を後から追加することも可能になる。これにより詳細な検索ができる。カスタマイズも可能ってことだね。長くなったけど、なんとか解説が終わった。でも、データにして保存するのはいいけど、結構面倒だし、時間もかかりそうだね。それは、時間がある時にでも1冊ずつ、少しずつ進めていくしかないね。偉業も小さな一歩から。というのをどこかで聞いたけど、何だったかな？何それ、出どころ忘れちゃったの？医療ねまあ、少しずつでも積み重ねていけばいつかは終わると思う。そもそも買いすぎじゃないの？でもついつい買ってしまうんだよね。あらら。PDF 化するにしても、スキャナーや裁断機を用意するのにお金がかかるし、作業のための時間も膨大だけど、模型雑誌だけでなく、いろんな本をこの方法で PDF 化できるから、無駄にはならないと思うし、まあ、本の PDF 化をやりたい人の参考になれば、嬉しいかな。最後に、私のリアル都合ですが、PC がぶっ壊れたおかげで、動画の途中から新たに新しい作業環境で動画を作る羽目になり、動画に違和感が出てしまったのが痛恨だったね。この場を借りてお詫びします。うっぷ主、そろそろ。そうだね。それでは皆様、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。